皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。なぜか気になる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。今回はダムにたまる砂問題と中国のタクラマカン砂漠で季節外れの洪水という情報が飛び込んできたので、じっくりネチネチお話ししたいと思います。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。6月14日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は151メートル68でした。おとといと比べると78センチの上げで151メートル台に突入。今月7日の夜に底を打った後、上昇し続けています。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点で上流の観測所の流入量は毎秒1万900立方メートル、三峡ダムの流入量は毎秒1万5600立方メートルでした。差分については毎秒4700立方メートル。2日前と比べて上流の寸丹観測所はマイナスの2100、三峡ダムもマイナス1900に。両地点ともにピークを超えて減少傾向となっています。なお、長江の最上流の金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点、毎秒4320立方メートル。前回と比べて大幅に減らしているようです。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒1万4200立方メートル。単純に割り算をすると 46% の発電状況で15基前後の発電用タービンが稼働しているものと推測されます。2日前と比べると少しだけ増やしている模様。今月4日以降、この時間帯では放流を絞り続けてきましたが、そろそろ調整局面でしょうか。三峡ダムと上流のダムの流量について現状を確認しておきます。こちらは2月からおとといまでの流量になり、交通運輸部の発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムを示します。まずは上流にある高架波ダムについて。濃い青のラインの放流量は変わらず、そして水色のラインの流入量も微増といったところ。依然として今年最高の水準をキープしています。全体的に流量が増えつつあり、これから本格的な洪水シーズンになるので、さらに上乗せされるのではないかと見ています。続いて三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量はピークを超えて減少中。一方でグレーのラインの放流量は一定のレベルを維持する方針に変えた模様です。流入と放流のギャップはほぼほぼなくなりつつあり、ダムの水位の急上昇は一旦休憩といったところでしょうか。そして昨日の最新データが出てきたので、グラフに載せるとこのようになり、予想に反して上流の高架波ダムの放流量と流入量ともに大幅に減少。このように予想が外れることがあるので、100% このチャンネルを信じるのは危険かもしれないですね。ただ、いずれは上昇傾向になると勝手に予想しているので、しばらく様子を見たいと思います。三峡ダムでは流入量が引き続き低下している一方で、一旦キープしていた放流量も下げる運用に変えています。当局としては水位を下げたくないという意思の表れでしょうか。Nishi Yang Channel。 冒頭お伝えした通り、ダムの水位は6月7日に今年の最低ラインに到達した後、急速に上昇しています。官製メディアは148メートルを下回ったので、今年の水位低下任務が完了したと報じていますが、前回の動画で水位を下げるのが目的ではなく、洪水調節容量を確保するのが目的のはずと、このチャンネルでツッコミを入れたところです。ここで皆さん、次のような疑問を持ちませんでしたか？なぜ、こんなに急いで水位を上げようとしているんだろうか。その疑問はもっともなことだと思います。洪水調節容量を確保したというのなら、もうちょっと緩やかに水位を調整しても良さそうですよね。この理由を推測するに、次の3つが考えられます。
一つ一つ見ていきましょう。当局の長期予報によるとこの夏、長江の中下流域では干ばつ傾向を予想しているということです。これは5月あたりに当局から発表されたもので、このチャンネルでもご紹介しました。今年の洪水シーズンは、長江の上流地域の支流では降水量が多く、洪水が発生する可能性が高い一方、中下流域では干ばつ傾向になるとしています。このため下流地域の渇水に備えて、できるだけダムに水を貯めておきたいと考えているのではないかという仮説です。もちろん上流で大雨が予想されるというんであれば、無尽蔵に水を貯めておくことは無理ですが、洪水と干ばつの両方を睨みながら、どっちに転んでもいいように水位を上げているとは考えられないでしょうか。そして、もう一つは土砂の問題。これは視聴者さんからのコメントが非常に多かった件なのですが、145メートルまで下げきれなかったのは、3メートルの土砂がダムの底に溜まり、かさ上げされているからじゃないかというご意見です。ダム近くは水深が150メートルもありますから、船の航行には影響しないものの、上流に行くほど水深が浅くなり、場所によっては船の底が擦る危険性があるというのは考えうるケース。浚渫といって、川の底の泥を定期的に除去する作業がありますが、三峡ダムの場合、ダムから上流600キロと、とんでもない範囲の泥をカバーしないといけないため、すべてを除去するのは不可能。年々溜まり続ける土砂により、上流の重慶近くの船の通り道では頻繁に浚渫工事が行われているようです。さらに今年の5月には、重慶まで5000トン級の船が通れるようになったという報道がありました。重慶市中心部の長天門から、同じく重慶市不良区までの区間で、これまで2000トン級の船しか通れなかったのが、5000トン級まで下流から直接航行できるようになったとのこと。このニュースから推測するに、それだけ大きな船が通過できるだけの水深、いわゆる喫水を確保するには、今まで以上に水位を上げておく必要があるんじゃないかということです。他にも理由はあるかもしれませんが、いずれにしても直近のグラフを見る限り、今すぐにでも水位を上げておきたいという、当局の思いが見え隠れしていると言えそうです。あちらさんから詳細な説明がないため、あれこれ想像を膨らませてみましたが、皆さんはこの件、どれだと思いますか？これ以外にもあればコメントいただければ幸いです。ちなみにここ半年ほど、こういったサムネイルの動画がびっくりするほど多く出されており、ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。21億トンというワードがどこから出てきたのかは不明なのですが、土砂堆積、いわゆる大佐の件については今後このチャンネルでも取り上げてみたいと思います。久しぶりに三峡ダムの衛星画像が出てきたのでご紹介しておきたいと思います。こちらはヨーロッパの衛星センチネルが今月13日に撮影したもの。ちょうど1ヶ月前のものと比較すると、全体的に水の色が濁っているようにも見えます。ただ、風が強い日にはこういった水面の色になることもあるので、上流での増水による濁流の到達かどうかは、次に出てきた画像で判断したいと思います。ダム周りに大きな変化はなさそうに見えるので、今回は今話題の新しい船の通路の工事状況について少し触れたいと思います。前回の動画でもお伝えした通り、6月8日に正式着工となり、完成メディアでは大々的に報じられています。今ある水路とは別に、約7キロの長さの水路を設けて、5段式のプールはちょうど真ん中あたりに建設される模様。ダムの湖側の近くには大きな山があるので、ここをまるっと崩して運河を作るようです。工事のための取り付け道路の建設でしょうか。ポツポツと山肌が見える箇所が見られるので、工事車両が通るための橋の建設かもしれません。報道によると、1万5000人ほどの住民が移転を余儀なくされるという話もある模様。これから8年の長い工事がスタートしました。天気予報サービスのウィンディで24時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後5時までの様子。長江よりも南側の地域で雨雲がかかっていましたが、三峡ダムへの流入量に影響を与える雨ではなさそうです。前線が南に下がっていることもあり、長江上流に限ってみれば、一休みといったところかもしれません。次に、今後の予想を見てみます。しばらく三峡ダムの上流地域で、まとまった雨はなさそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が36度、最低気温が21度で晴れの予報。一方で、南の沿岸部の香港マカオ、それに海南島といったところでは悲惨な状況になりそうな予感が満竹林。おそらく週明けには、街が水に浸かる SNS の映像が、
あちこちから出てくるのではないかと思います。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、砂漠地帯での極端な洪水リスクを警告、ロイターが伝えています。記事によると、中国は12日、北西部の新疆ウイグル自治区及び周辺地域に対し、異常な高温豪雨、急速な氷河の融解によって引き起こされる、今夏の極端な洪水に備えるよう警告した。国営中央テレビによると、中国最大のタクラマカン砂漠では、6月上旬に今年初の洪水が発生し、普段は乾燥した砂丘が水に浸る様子が映像で伝えられた。タクラマカン砂漠では2021年以降、同様の洪水が起きていたが、通常は気温がピークに達する8月に発生していた。以上、中国、砂漠地帯での極端な洪水リスクを警告についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。中国のタクラマカン砂漠で6月上旬から洪水が起きたという話は興味深いところ。砂漠といえば乾燥した場所のイメージがありますが、異常な高温、局地的な豪雨、さらに氷河の融解が重なれば、普段は水の少ない地域でも一気に水害が起きるということのようですね。気になるのは、これまで同じような洪水が8月頃に起きていたのに、今年は6月の段階で発生している点。長江流域では大雨や水位変化が気になる時期に入っていますが、中国では南の河川だけでなく、西部の砂漠地帯まで水害リスクが広がっているようにも見えます。氷河の融解が早めに進めば、長江の最上流である金沙江の流量も、その分早めに増水する可能性だってあります。長い目で見れば水資源そのものの不安定化にもつながるでしょう。砂漠で洪水というとインパクトは大きいですが、その裏側には、中国全体の気象リスクが以前より読みづらくなっている現実がありそうです。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。三峡ダムは4兆円とも言われる巨額を投じて、長江の中ほどに建設された国家プロジェクトです。このダムには洪水調節や水力発電、そして集運という3つの主な役割があります。ここ数年、長江流域では干ばつとなり、降水量が少なくなっていました。そのため洪水に対応する機会は減り、水力発電としての役割も十分発揮しているとは言えません。一方で、ダム湖に砂が溜まっていく大差問題や、魚など生態系への影響、水質汚染などの環境破壊や気候変動の主な要因、コンクリートの品質問題、そしてゴミ流入など、問題だらけです。あちらの官製メディアはこのダムの良い点ばかりを誇張します。当局は水力発電、船の運航、洪水対策の観点から最適な水位で調整し、安心安全であると宣伝していますが、いつも疑いの目でこのダムを監視しています。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。大陸から伸びる雨雲が、九州南部にがっつりかかっている様子が見られます。ニュースによると、今日は沖縄と九州四国地方では降水確率が高めの模様。一方で東北と北海道では晴れ間が広がるとのことです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的にグッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。